今週も始まりました。ショータイム TV のお時間です。老賢者のガチなママです。よろしくお願いします。最近長い女。どうも、ババキルダでございます。何が何がショータイムの、ためがね。そう、ためが長いな。びっくりした。私の何が長いのかと思った。ということで、今週は、はい。PS5 と同時期に発売される PS5 ソフト、はい、スパイダーマン、デモンズなどを前作プレイ済みの我々老賢者がご紹介していきたいと思います。よっ。それでは、早速いきます。はい。はい。まず最初は、スパイダーマン、マイルズ・モラレス。マイルズ・モラレス。はい。こちらは PS4 で発売したマーベル・スパイダーマンの続編となるオープンワールドのアクションゲームとなっています。本作は通常版のほか前作とダウンロードコンテンツ版を含めたアルティメットエディションも発売予定です。おめでとうございます。ということで、簡単に言いますと、このゲームは、戦闘とね、移動がめちゃくちゃ爽快なオープンワールドと思っていただいていいかなと。はい。で、ガテナマオさんもちょっとプレイしたことあるとは思うんですけども、基本的にはちょっと難しい。そうだね、なんか、最初覚えるのが難しいゲーム。ただし、慣れるとめちゃくちゃ面白いというゲームになっております。爽快にね、こう、糸とかをピシュンピシュンピシュンみたいな。そう。だから、スパイダーマン好きじゃない人でも、好きになれるゲームなのかな、みたいな。で、今回、マイルズ・モラレスっていうゲームは、それの続編に当たるということで、前作プレイした感じと、トレーラーを見る感じで言うと、正直あんまり変わってないっていうのが、個人的な感想っていうのはあるんだけど、ただね、このマイルズ・モラレスっていうね、少年をいろいろ調べてみたんですよ。そしたら、かなりすごいの、この人が。まずね、今回、スパイダーマン前作のピーター・パーカーさんいるじゃないですか。彼は基本的にこう、雲糸で戦うキャラクターだったんですよ。ただ、今回のマイルズ・モラレスさんは、なんと、電気技を対応できるスパイダー。一応ね、前作のピーター・パーカーも、電気のガジェットみたいなのを持ってたのよ。敵を痺れさせるみたいな。ただ、今回のマイルズ・モラレスは、どっちかっていうと電気の能力を持ってるみたいな。さらに透明化も使えるみたいなね。すごっ。だからそういうのが今回は結構多く見受けられる作品になるのかなと。じゃあ、なんかその戦闘の幅も、やっぱ前作と違ってこう、変わっていくぞみたいな。そういうことだよね。ただ、戦闘操作自体はそう変わらないのかなとは思った。っていう感じかな。で、あと、今回のスパイダーマンって、キャプテンユニバースっていう変身能力持ってるんだって。変身能力？なんか変身できるんだって。キャプテンユニバースっていうキャラクターに。どういうこと？だから今回は、必殺技メーターみたいなのがあって、そのメーターを消費することによって、変身することができるかもしれない、一時的になんか無敵モードのマリオみたいなそう強キャラみたいになれるみたいな。っていうのを予想した。実際になるかどうかはわかんないけどね。なるほどね。ちなみに、このマイルズっていう少年はどういう人物なんですか？これはね、簡単に言うと、頭がいい理系タイプのね、15歳の少年です。なんか結構スパイダーマンのキャラクターってさ、中の人がさ、ちょっとアホみたいな感じのイメージあるよね。っていうよりは、あれなんじゃない？明るめな。なんかちょっと能天気なさ、なんか、ははみたいな。僕ピーターは完全にそのタイプだったね。明るめっていうかね。でも今回のマイルズ自体は結構クールな印象がすごい強いというか。でも言っても、前作プレイした人はわかると思うんだけど、基本的には明るいキャラ。なるほどね。ただね、前作でお父さんを亡くしてんですよ。だから、そういうの含めて今回ちょっとクールになるのかなみたいな。トレーラー見る感じだともう完全にクールキャラ。
には見えたけど、でも前作ではちょっと明るめだよ。でもその、前作の話とはなんかまた、違うんだよね。その前作をプレイしてないとストーリーが、みたいなことはないのかな。まあ、正直言うと、前作をプレイしておいた方がいいと思う。なんでかっていうと、まあさっきも言った通り前作でね、父ちゃん亡くしてるっていうところとかも描かれてるし、さらには、この男の子がなんでスパイダーマンになったのか、っていうところもね、描かれてるんですよ、前作では。なるほどね。だから、そういうことを含めて、前作はやっといた方がいい。ただわかんないね。ピーターが出てくるかどうかってところもあるけどね。あと、あれなんだよ、前作で逮捕されて終わったキャラクターって結構いるのよね。逮捕されて終わったボスキャラ。そうだよね。そういう奴らもまた再び出てくんのかなとか。出所して。出所っていうか、また大暴れするんじゃないかなみたいな。脱走して。っていうのもあるし、わかんないね。でも、前作はなるべくしといた方がいいかなって感じ。まあそういうのも含めて、もし前作を持っていないのであれば、このダウンロードコンテンツも含めたやつを買ってやった方がいいのかなみたいな感じ。ただね、ダウンロードコンテンツちょっとやったけど、ダウンロードコンテンツ自体はそこまでマイルズは出てこないし、あんまり、なんていうの深く掘ってなかったので、見る感じ。そこまで気にしなくていい。ダウンロードコンテンツ自体は。正直。ただ前作は、そのマイルズっていうキャラクターをより深く知りたい人は、ぜひやっておいた方がいいのかなって思ったりしたよね。まあやんなくてもいいと思うけどね。やんなくてもいいけど、やっといた方がより面白いみたいな。っていう感じ。そう。もうまさにそれ。だって実際さ、前作だってなんか話の途中から始まる感じあったじゃん。確かにね。それこそマーベルスパイダーマンを知ってる人じゃないとわかんないみたいな。っていうところがあったから、まあ、やってもやらなくても結局わかんないとこあるよと。スパイダーマンを知らないとね。まあ確かにね。まあ結局はやってもやんなくてもいいっていう感じ。なるほど。ちなみに、このマイルズ・モラレスさんは、アベンジャーズで出たカマラ・カーンや、あと、サム・アレキサンダーっていうキャラクターと、アベンジャーズ脱退後にチーム組んだりしてんのよ。だから、もしかしたら、今作では、そのどちらかが出るかもしれないっていう。なんかでもそのつながりがあるんだったら、コラボとかで出る可能性はある。ダウンロードコンテンツとかでね。はい。で、次のソフトが、デモンズソウル。PS3 で発売した死にゲーの元祖ともいえる作品のリメイクとなっています。開発会社がフロムソフトウェアからブルーポイントへと変わったゲームです。はい。ということで、まあ、プレイしてない人に簡単にお伝えすると、今作はコンパクトな死にゲーって感じ。ダクソとかと比べると、登場する NPC とかも少ないし、用意されているステージも全部で5つだけ。しかも、ステージは全てがシームレスに繋がってはいない。まあ、構成だけで言うと、ブラッドボーンと同じ感じかなっていう。で、まあ、補足として、青ファンっていう、まあ、オンライン協力プレイで仲間になって一緒にステージを攻略していくっていう要素があるんだけど、ただ一部のステージでは青ファンとして出てきても敵としてね、召喚されるステージはあるよっていう、そういうゲームになっておりますと。それで仲間と戦うってこと？仲間と戦うというよりはね、仲間として救援要請を送るじゃん。そしたらなぜか敵として召喚されるっていう。めっちゃ辛くね。そうで、さらにね、今作はね、死ねば死ぬほど難しくなるゲーム。面白そう。不死の状態と人間の状態ってあるのよね。デモンズソウルって。で、生身の状態で死んでしまうと、そのステージの色がね、ちょっと黒くなっていくの。徐々に。で、その生身の人間で何回も死んでいくと、
道中がね、かなり難しくなってって、黒い通常の敵が出始めるようになって、めちゃくちゃ難しくなるっていう。まあ正直それが相当話題を生んでっていうところがあって、怖っ。ゲーム。すげえ、なんかでもめっちゃ面白そう。ちなみになんかそのダクソとかと変わった点っていうのはどういうところがあるの？これがですね、実は制約要素とか、あと、まあ、ダクソ3で出てきた戦技っていうね、そういう要素はないよと。で、操作性は全体的にダクソよりも軽い感じかなって感じ。ちょっと昔すぎて覚えてないところもあるんだけど、相当軽かったと思う。なるほど。ダクソが普通にすげえもっさりしてんなと思うぐらい軽かったと思う。確か。そうだよね。あとはね、重い装備とかをなかなか着れないっていう。どういうこと？なんか常にじゃあもうなんか身軽で行けみたいな感じ？もう裸で行けよみたいな。まあそんな感じだよね。だからなんかね、装備とか手に入るんだけど、めっちゃ重いのよ。で、ダークソウルみたいに荷物とか無限に持てるわけじゃないの。それでもう歩けなくなったりするの。重くなりすぎちゃうと。っていう制限もあったりして、まあなかなか難しかったりするの。そういうところが結構違うところかな、みたいな感じ。へえ、面白そうだな。ちなみにこのゲームボリューム的にはどうなのかな？ボリュームはね、マジでこれ、未経験者はちょっと落胆するかもしれないけど、正直慣れてる人は本当に5時間もあればクリアできちゃう。ぐらい結構短い。で、ボス戦自体もね、結構少ない。で、そのうち2つがイベント戦。だから、まあ、正直、ダクソとかから始めた人からすると、すごく味気ないかななんて思っちゃったりする。で、しかもね、序盤でね、ちょっと魔法効力を付与した武器が手に入るのね。あるところに行けば。その武器使ってやるとね、まあ簡単になっちゃうのよ。ボス自体もめちゃくちゃ弱くなるっていうか、そういうのがあるんだ。本当に速攻で終わる、マジで。ワンパンみたいな。ワンパンとも言わないけど、でも、普通の武器使うよりサクサク進めちゃうから。まあゲームバランスとかがどうなってるかわかんないけどね、本作で。じゃあなんかその赤狼とかさ、まあダクソみたいなのを遊び慣れてる人からしたらちょっと楽しめるかどうかみたいな。そうだね。それは正直あると思う。ただ死にゲー入門としてはかなりいいゲームなんじゃない？確かにね。あと、ほら、やっぱりさっき言った通り、生身でね、死にまくったらめちゃくちゃ難しくなるゲームだから、そういうところとかも、まあ面白い要素として見ていただければって感じだよ。じゃあだから私みたいなド M はさ、もう、突っ込んでってさ、もう死にまくって、もうその後ギッタギタにされるぐらいがもうちょうどいいみたいな感じのところあるよね。ありがとうございますって言いながら。ただね、2周目はバリクソおもろい。なんで？ゲームバランスがちょうど良くなってるっていうかね、戦ってて面白くなるんだよ。2周目からが本番だと思って。それはなかなか珍しい感じだね。まあ個人的にはね、正直言って長すぎないし、短すぎもしないから、ちょうどいい作りだと思うのよね。ちなみになんですけど、今作っていうか前作ね、オリジナルのデモンズソウルって、一つだけ行けないエリアっていうのがあったのよ。で、当時は噂で、ここってダウンロードコンテンツで行けるようになるんじゃないのみたいな話とかも出てたんだけど、一切行けることができなかったの、結局。だから、憶測で終わっちゃったの。都市伝説みたいな感じで終わっちゃったの。すごい。それはもうどういう方法を使ってもいけないんだ。いけないっていうかね、石碑に触れてそのステージに行くっていう感じのゲームなのよね。だからその石碑が一つだけ崩れてんのよ。もう演出なんだ、それが。だからそこがダウンロードコンテンツでいけるんじゃないのって当時は噂になってたのね。でも、一切そういうことってなかったのよ。だからもしかしたら今回ね、そのステージが解放されるかもしれない。もう始まっちゃってるよね、それ。多分来ると。信じるか信じないかはあなた次第。ということで、次のソフトに参ります。はい。次のソフトは、リビッツビッグアドベンチャー。
こちらはリトルビッグプラネット3の開発元が新たに作ったゲームで、オンライン協力が楽しめるアドベンチャーゲームとなるようです。はい。好きそうだよね、こういう名前のゲーム。なんでビッグアドベンチャーとか、全然キュンとしないけど。ビッグアドベンチャー、ビッグカメラとかすごい好きそう。で、大きいのが好きってことじゃん。なんかそういう名前をなんか変換して下ネタに変えるのすごい好きそう。確かにね、このリビッツとかなんか、だんだんポーコビッツに見えてくるもん。いや、見えねえよ。ポーコビッツに見えてくる。ということで、まあ一応ですね、このゲームは、まあリトルビッグプラネット3の開発元が作ったゲーム。で、リビッツって言ったらもう、リトルビッグプラネットのキャラクターとして有名なキャラクターなんですけど、で、まあ、前作はほぼほぼオンラインじゃないと遊べなかったゲーム。なんだけども、今回はどうなるかって話ですよね。クリエイトモードがなさそうなんですよね、今回。これはなんかその、マルチゲームでみんなでみたいな感じ。そうだね。まあ一応コントローラーを持ち寄せてプレイすることもできるんだよ、4人で。だから今回もできるっちゃできると思う、そういうこと。ただ前作はもう完全にそのクリエイト寄りのゲームだったから、だからオンラインとしてじゃないとほぼほぼ楽しめないゲームで、さらに言ってしまえばソロゲームでやるともう3時間ぐらいで終わるようなゲームだったのよ、前作はね。なので多分オンラインじゃないと楽しめない。なるほど。今回もソロプレイはあんまりみたいな感じなのかな。今回は多分だけどアドベンチャー向けのゲームになってるからソロでも楽しめると思う。っていうかもしかしたらソロでも十分遊べるとは思う。ちなみに最大はこれ何人ぐらいで遊べる？最大4人だと思う。で、トレーラー見る感じでも4人だった。で、前作では協力プレイじゃないといけない場所とかもあったりしたから。まあそういう要素はありそうだよね。そう。で、このゲームの最大のいいところは、コスチューム集めができるってところで。ただ、前作とかってさ、そのリビッツ以外に4足歩行のキャラクターとかだったり、よくわかんないチビとデブのキャラクターとかが出てきてたんですよ。今回それとかも排除してるような感じがしたから、どうなのかなっていう。で、まあ前作とかってさ、その闘技道具じゃないけど、ガジェットみたいなのもあったのね。そういうのも今回どうなってんのかなっていう。さらにアドベンチャーゲームとしての面白みなくなっちゃう感じしない？そうだね。ということで、今回はこの3作品を紹介させていただきました。いよいよ PS5、近づいてきたな、みたいな感じになってきたね。近づいてはきてるけど、全然供給されてないじゃんって思っちゃう。まあね、なんかこう手には入らないこのモヤモヤ感と共に生きてるよね、みんな。そう。なんかそういうところがちょっとね。しかも、スパイダーマンと、バイオ8、あと、なんだっけ、ホライゾンとか、PS4 でもできるじゃんみたいな。そうだよね。なんかなーって、ちょっと、もうちょい、なんかなーって思っちゃって。まあ、あんまりこう、新しみを、今のところはなんかこう。そうなんですよ。まあ、やっと出るかなみたいな感じだけど、なんかすごい。そう、盛り上がってるかっていうと。ワクワクみたいな感じは、まあ。どっちかっていうとこうね、そう、商品の品薄とかも含めてちょっと。まあちょっと、そう、世間的に結構、なんかね、ズーン。イエーイみたいな感じってよりかは、大丈夫かな買えるのかなみたいな方が強いよね。不安ばっかり煽ってみたいな。どうなんだろうね。ちゃんと支給される分ぐらいはあるとは思うんだけど、結局そういう転売屋みたいな奴らが邪魔だよね。そう。転売屋がいなければもっとみんな幸せになれてたと思う。Get away! って感じだね。そいつらは。ほんと Get away だよ。ということで、今週はここまでになります。はい。あれをお願いします。はい。それではいきます。